食べ物まるっと研究所です。今回は長寿な人が食べている食べ物についてお話しします。多くの研究が特定の食べ物や食事パターンが寿命を延ばす可能性があると結論を出しています。老化は誰しも避けられないものですが、できればいつまでも元気に過ごしたいですよね。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして長寿が叶う食べ物について看護師の視点で解説します。長寿な人が食べているもの一つ目はブロッコリーです。老化を促進する原因として最近注目されているものに AGE があります。AGE は糖とタンパク質が結びついたもので、年齢とともに体内に蓄積します。AGE の値が高い人ほど死亡するリスクも高いと言われているので、できるだけ体の中から減らしておきたい物質なんです。そんな体内の AGE の値をブロッコリーが下げてくれるという嬉しい研究結果が出てきています。ブロッコリーにはビタミン C、カロテノイド、アントシアニン、スルフォラファンなどの抗酸化物質が豊富に含まれていて、これらの抗酸化物質は AGE が体の中で作られるのを防ぐ働きがあります。久留米大学が男女25名を対象に行った研究でも、スルフォラファンが AGE の形成を阻害すると結果が出ています。また他にも、ブロッコリーに含まれるスルフォラファンは、細胞内にある不要な物質を分解するオートファジーを活性化します。オートファジーは、老化した細胞の蓄積を防いだり、感染症に対する免疫力を向上させるので、老化や病気の進行を抑制してくれるんですね。広島大学の研究者が人の神経細胞を使って行った研究でも、スルフォラファンがオートファジーを活性化することが分かったと結果が出ています。長寿な人が食べているもの2つ目はくるみです。ストレスや紫外線、不規則な生活などで体内に過剰に発生した活性酸素は、細胞や組織にダメージを与えて老化を進めてしまいます。くるみに含まれているポリフェノールやビタミン E は抗酸化作用を持っているので、慢性疾患の予防や老化の原因になる活性酸素を除去、働きを抑えてくれます。また、くるみに含まれているオメガ3脂肪酸は血流を改善する働きがあるので、体の細胞に必要な酸素や栄養が届けられて、臓器や血管を若々しく保つサポートをしてくれます。アメリカ・ハーバード大学の研究でも、くるみ摂取量が多い高齢者ほど、総死亡率と心血管疾患による死亡率が低下していた。くるみの摂取は平均寿命が伸びることと関連していたと結論付けています。長寿な人が食べているもの3つ目は味噌汁です。味噌には老化の原因になる活性酸素を除去するビタミン E やサポニン、イソフラボンが含まれています。これらの抗酸化物質は体の酸化を抑えてくれるので、がんや生活習慣病、老化につながる要因を減らしてくれるんです。東北大学の調査でも、味噌汁を含む日本食を摂取する人ほど死亡リスクが低く、生存期間が長いことが観察されたとしています。味噌の原料は大豆や米、麦などいくつかありますが、抗酸化作用が高いのは大豆で作った味噌になります。杉山女学園大学の教授たちの研究でも、大豆で作った豆味噌は米や麦が原料の味噌に比べて強い抗酸化力を示したと結果が出ています。普段の食事に味噌汁をプラスするだけで手軽にアンチエイジングをすることができますね。長寿な人が食べているもの4つ目はトマトです。トマトに含まれるリコピンは老化の原因となる活性酸素から細胞を保護する抗酸化作用を持っています。またリコピンはがんや心血管疾患の発症のリスクを減らしてくれることも長寿につながりますね。バングラデシュ ABX バイオリサーチセンターの論文でも、リコピンを多く含む食品は肺がん、乳がん、前立腺がん、子宮内膜がんなどのがん細胞の増殖を抑制、心血管疾患などの加齢関連疾患の発症リスクを減らす。リコピンは人間の寿命の延長と
健康的な老化に寄与すると結論付けています。長寿な人が食べているもの5つ目はカレーです。カレーに含まれるスパイスは抗酸化作用を持っているので、体内の余分な活性酸素を除去、働きを抑制して細胞や組織を若々しく保ちます。シンガポール国立大学の研究でも、適度にカレーを摂取することで、うつ病、認知障害、総死亡率が減少し、平均余命が 1.9 年延長された。カレーを適度に摂取すると長寿に役立つと結論付けています。長寿な人が食べているもの6つ目は椎茸です。椎茸に含まれるベータグルカンは免疫力を高めたり、腸内環境を改善することでアンチエイジング効果が期待できます。中国河南理工大学の研究でも、高齢のマウスに椎茸のベータグルカンを与えると免疫反応が回復した。また、加齢によって変化した腸内細菌を部分的に戻すことができた。ベータグルカンは免疫力の強化と腸の健康の改善によってマウスを若返らせたと結論付けています。さらに、椎茸に含まれるアミノ酸の一種であるエルゴチオネインは抗酸化作用を持ちます。体内の過剰な活性酸素を除去して細胞や組織へのダメージを防ぐことでアンチエイジング効果が期待できるというわけですね。マレーシア・マラヤ大学の論文では、キノコの中でも椎茸はエルゴチオネイン含有量が高い。エルゴチオネインが豊富なキノコは老化細胞を除去することで老化を抑える役割があると結論付けています。長寿な人が食べているもの7つ目はみかんです。みかんには抗酸化作用の高いベータクリプトキサンチンやビタミン C が含まれていて、老化や慢性疾患の原因になる体内の余分な活性酸素を除去して、細胞や組織を若々しく保つことができます。静岡県立大学の論文でも、みかんとベータクリプトキサンチンを摂取したマウスは、生後12ヶ月の生存率が高かった。ベータクリプトキサンチンは抗酸化作用とアンチエイジング効果があることを示唆していると発表しています。また他にも、アドバイザリーボード、フルーツ広場と同志社女子大学の研究者の論文では、6049人を調査した結果、みかんをよく食べる人はほとんど食べない人に比べて、糖尿病、高血圧、心臓病、痛風の有病率が明らかに低かったと結果が出ています。生活習慣病を予防することで健康寿命を伸ばすことができますね。長寿な人が食べているもの8つ目は生姜です。生姜に含まれる生姜オールやジンゲロールは、老化の原因となる体内の過剰な活性酸素を除去したり、働きを抑制して細胞や組織のダメージを防いでくれます。トルコ三高大学の研究者が複数の研究の結果を分析したレビューでも、生姜は老化に関連する多くの病気を予防、さらには治療することもできると考えられている。生姜が健康的な老化を促進し、罹患率を減らし、健康寿命を伸ばす効果があると結論付けています。長寿な人が食べているもの9つ目はルイボスティーです。ルイボスティーにはケルセチンや SOD 酵素などの抗酸化物質が含まれていて、体内の増えすぎた活性酸素を減らしたり、働きを抑えて細胞を若々しく保つことができます。また他にも、ルイボスティーに含まれるフラボノイドは、老化の原因になる AGE の蓄積を抑える働きがあります。AGE の蓄積は体を老化させるだけでなく、がんや糖尿病、動脈硬化、アルツハイマー病などの原因にもなるので、ルイボスティーを飲むことで、これらのリスクを減らすことができますね。ポーランド・ブロツワフ医科大学の論文でも、ルイボスティーには AGE の活性を抑えるフラボノイドが豊富に含まれていると結論付けています。長寿な人が食べているもの10個目はさつまいもです。さつまいもに含まれるビタミン C やクロロゲン酸、ビタミン E、カロテノイドなどは抗酸化作用を持っていて、老化の原因である活性酸素を除去、働きを抑制してくれます。アスコルバイオ研究所の論文でも、
ビタミン C は血中の抗酸化物質の中で最も早く酸化ストレスに対応する物質で、最も信頼のおけるアンチエイジング物質であるとしています。他にもスペイン・バルセロナ大学の論文では、さつまいもは抗酸化作用、抗炎症作用、肝臓保護作用、心血管保護、がんの予防など健康上の利点を持つ食物カロテノイドと多糖類が含まれていると結論付けています。長寿な人が食べているもの11個目は納豆です。日本独自の食品でもある納豆は、日本人の長寿を支えています。納豆に含まれる納豆キナーゼは、血流を改善することで、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などを防いでくれます。また、納豆に含まれるサポニンは抗酸化作用を持つので、細胞や組織の老化を防ぎます。国立がん研究センターが40歳から69歳、約9万人を調査した結果でも、納豆の摂取量が多いほど、循環器疾患の死亡リスクが低下する傾向があった。また、女性では納豆の摂取量が多いほど、すべての死因の死亡リスクが低下していたとしています。長寿な人が食べているもの12個目はニンニクです。ニンニクの匂い成分であるアリシンは、がんや血栓の予防、老化の原因になる活性酸素の除去など、様々な健康効果を発揮します。日本人の死因1位のがんを予防できるのは嬉しいですね。中国国立環境衛生研究所が27,437名を対象に行った調査でも、ニンニクを週に5日以上、または週に1回から4回摂取した人は、ニンニクをほとんど摂取しなかった人よりも長く生存した。ニンニクの習慣的な摂取は、すべての死因リスクの低下と関連していたと結果が出ています。長寿な人が食べているもの13個目はブルーベリーです。ブルーベリーに含まれるアントシアニンやビタミン E は抗酸化作用があるので、細胞の老化を防ぎます。アメリカカンザス大学の研究でも、ブルーベリー抽出物を与えたマウスは、与えていないグループよりも長生きした。細胞ストレスを最小限に抑え、寿命を延ばす可能性があると結果が出ています。また他にも、ブルーベリーに含まれるレスベラトロールとプテロシテルベンは、細胞分裂に関わるテロメアの消耗を調節して老化を抑えます。台湾国立中高大学の論文でも、ブルーベリーに含まれるレスベラトロールとプテロシチルベンは、酸化損傷、炎症、テロメアの消耗、細胞老化などの老化の特徴を調節することで老化を抑えると結論付けています。長寿な人が食べているもの14個目はコーヒーです。コーヒーに含まれるクロロゲン酸は抗酸化作用を持っているので、細胞や組織にダメージを与える活性酸素の働きを抑えて老化を予防します。また、クロロゲン酸はがんを予防する効果や、食後の血糖値の上昇を抑えて糖尿病を予防する効果も期待できます。生活習慣病を予防することで長寿につながるというわけですね。国立がん研究センターが40歳から69歳の男女約9万人を調査した結果でも、コーヒーを1日3杯から4杯飲む人の死亡リスクは、全く飲まない人に比べて 24% 低いと結果が出ています。他にも、韓国中安大学校の調査では、コーヒーを摂取していたアジア人は、全体的な死亡リスクが低下、心血管疾患やがんによる死亡リスクも低下していたと結果が出ています。長寿な人が食べているもの15個目は全粒穀物です。玄米、雑穀類などの生成されていない全粒穀物は、生成された白米などに比べて食物繊維やビタミン、ミネラル、抗酸化物質などが豊富に含まれていて、がんの予防や免疫力アップ、老化の原因となる体内の活性酸素を抑える働きがあります。中国上海交通大学が複数の研究を分析した結果でも、全粒穀物の摂取量が多いほど、すべての死因の死亡リスク低下と関連している。健康寿命を延ばすために、全粒穀物の摂取量を増やすことを推奨すると結論付けています。
長寿な人が食べているもの16個目は緑茶です。緑茶に含まれるカテキンなどのポリフェノールは、抗酸化作用によって細胞や神経にダメージを与える活性酸素の働きを抑えて老化を予防します。国立がん研究センターの調査でも、男女とも緑茶摂取量が増えるにつれて、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの死亡リスクが低下したと結果が出ています。他にも韓国忠安大学校の調査では、緑茶を摂取しているアジア人は、すべての死因の死亡リスクと心血管疾患による死亡リスクを低下させていたと結果が出ています。今回は長寿な人が食べている食べ物をご紹介しました。健康を維持するには、いろいろな食べ物をバランスよく摂ることが大切です。くれぐれも特定の食べ物だけを大量に食べることは避けてくださいね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。